僕たち2000年時代にコロナが来ること全く予想してなかったし、グローバリゼーションがこんなに行き詰まると思ってなかったんで、一回遠く見ることはすごく大事だと思うし、20年後も君たちの責任だよって言われるぐらいの責任感を持って前に進めたいと思います。本日は北海道大学国際戦略2040キックオフシンポジウムにご参加いただきありがとうございます。北大をグローバルなキャンパスにするというですね、イニシアチブがずっと進んできました。それを後継する形で新しいビジョンを展開するというのが一つ。北海道大学が2040年に向けてポストコロナのグローバル戦略を考えると、そういう意味で非常に重要な戦略を決めていただいたというふうに思っております。柱となる4つの戦略目標一つ一つを見ていきたいと思います。まず1番目は頭脳循環する大学ということです。その方策として優秀な留学生の正規課程の受け入れを促進すると。2番目は流動し課題解決に貢献する学生教員、オンラインによる教育プログラム等を活用して魅力的な留学プログラムを作るとか、学生さんたちにとっても関わりの深い項目となっております。本日は北の光としてご活躍の皆様方、本学におけるさまざまなご経験や本学に対するご意見を国際戦略に重ねながら語っていただきます。新しいことにチャレンジしようって思う人が結構、私が学生として他の学生さんと話しててもちょっと感じるので、それは北大の強みかなと思います。北大の魅力を1週間目来たばかりの人たちにもっと伝えてほしいなというふうに思っています。学生がいっぱいいろいろ面白いこともちゃんと来てください。アイデアがすごいです、今の学生は。それを力に使って24年の世界一の大学になりますように、そういう希望があります。利用すればすごい大学になると思うので、僕と横田先生どこまでできるか分かんないですけども、とにかくきっかけだけを作って加速するような状況を作りたいと思います。塊ごとにタスクフォースを作りまして、すべての項目について1年以内ぐらいにもう取り掛かります。ぜひご期待をというかご協力をお願いしたいと思います。国際戦略とかダイバーシティとかそういう平等とかそういう言葉がもういらないぐらいもう当たり前になっている、そういう北大を私は、夢見ています。必ずできると思います。ハンニー先生がおっしゃったように頑張りましょう。日系人で北大に勉強してきて、そのままブラジルに帰って日本の企業に働いていることが多いですね。ラテンアメリカに向けて候補は全くないです。日本として経済的な面で意味がありますが、教育協力の面からあまり意味がないところにも北大の魅力伝えた方がいいんじゃないかなというふうに思います。日本としてはやっぱり魅力の国なんですけど、観光客にもそれで技術的にもそれで人も優しいし、でも北大の場合はやっぱり少し離れてるんだから今まではまだみんなに知られてないんですね。私たちは資金がないんで、そういうところがもっともっと力になるんじゃないですか。若い学生さんが、非常にしっかりしたご意見を述べられたっていうのは私感動しました。こんなプログラムがある中でやっぱり確実にやはり今の学生さんたちは、我々と全然違うし、それを肌で今日感じました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。実際に普段私たち学生が勉強していく上でいろいろ尽力してくださっている方と直接こうやって言葉を交わして、こういうふうに考えてられるんだなとかいろいろなことを知れたっていうのはすごい自分のやる気にもつながりましたし、これからも頑張ろうという気になりました。すごいいろいろなお話を直接聞いて楽しかったです。授業の中にさりげなく組み込んでいくとか、そういうふうにしたらさりげなくその
意識して感じていくのかな。国際とは言いながらも本学が目指すべき指針が書かれてるっていうことなので、身近なものとして、いつも意識してるようなものになればいいなと。ですから今授業で少しちょっとFDA だとかいろんなものがあると思うので、そういうところでうまく入れ込めるような、仕掛けを考えたらいいかなと今思いました。学生さんの意見とかね、なかなか聞けない話だったので大変参考になったし、この戦略を作ったことで、こういう会ができたこと自体がまだすごく良かったなと思うし、大学がこれから今生き残っていく、サバイブしていくにはですね、今総長がおっしゃったようにいろんな人材を、ここに来てもらわなきゃいけないっていうことがあると思うんですね。ちゃんと場を設けてですね、しっかりと意見交換するっていうことはすごく良かったと思います。改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。北大の人ってどっちか、ちい先生どう思ってるか知らないけど割と寡黙だと思うんだよね。それはいい意味でモデストなんだけど、やっぱりなんでしょう、もう少しアウトゴーイング、これカルチャー変えるの難しくて、僕らどっちかというとそれを善なる徳として学んできてるんだけど、もう国際舞台に出る以上は学生教職員全体がもう少しアウトゴーイングにならなきゃいけないなとは思ってました。